意外にですね、しっかりした製品ですよ。めちゃくちゃ重い。どうもこんにちは、大学チャンネルです。今日はですね、ガレージからお送りしていますけども、大きな製品がね、一つ届きました。CURT。もうね、ご存知の方もいるんじゃないかなと思います。ここにメイドイン USA って書いてあるんですね。こう日本製品に比べてですね、非常に大雑把であり、そしてですね、精度が低かったりするんですけども、やっぱりこのメイドイン USA のね、響きっていうのはですね、人を引きつけるものがありますよね。なぜかちょっとね、かっこよさが出てしまうっていう悔しいところでありますけども、これ何かと言いますと、いわゆるヒッチメンバーです。2017年の最後に上げた動画で、2018年中にですね、ヒッチメンバー買いますよって話をしたと思うんですよ。で、実はですね、その後、もう1月2日にはですね、注文しておりまして、それが、ちょっと前に届いたというわけなんです。で、今回ですね、また、これね、取り付けせずに、とりあえず開封して、ちょっとお話をしてですね、終わりたいと思います。それでは早速開けてみましょう。これね、アメリカから来た割にね、非常に箱がね、潰れてなくて綺麗なんですよ。しかもね、取っ手があるので、こういう細かなところに気が使えるっていうことは、製品としてもですね、期待ができるんじゃないかなと、私個人勝手に思っております。待って、めっちゃ硬いんだけど、これ。ここの段ボールがめちゃくちゃ硬い。これ。ほら。全然開かない。どうやって開けんだ、これ。ここを切るか。それではですね、この手法で切っていってあげたいと思います。はい、切り終わったのでね、開けていきたいと思います。パッカーン。いや、入れ方雑いな。ちょっと見てみましょうか。手持ちでね、申し訳ないんですけども、こんな感じ。もうそのまんま製品掘り込んであるって感じですね。こんなに段ボールいる？さあ出してみよう。はい、今はね、こんな感じで箱から出してみました。ですね、レビューを見ていると、傷が多いとか、そういうことが書かれていたんですけども、やっぱりですね、多いです。そこそこ皮膜のある塗装だとは思うんですけども、こういう、どうしてもですね、箱にこう緩衝材なし掘り込んでるだけですので、こういうところにね、運んだ時に擦れちゃったのかな。そういう傷がだいぶ入ってます。完璧な製品を求めてる方はですね、やっぱり手は出せないのかなっていう気がしますね。で、これね、つけようと思ったんですけど、実はめちゃくちゃ重いです。かなりの重さがあるので、一人でつけるのはかなりね、きついんじゃないかなと。下からジャッキか馬でですね、支えてやっていくっていう形になるんじゃないかな。で、当初ですね、私は純正のヒッチメンバーと、このカート製のヒッチメンバー、どっちにしようかって迷ってたんですね。で、なぜ迷ったかと言いますと、3点ほど問題というかね、ポイントがありまして、まず1つ目。このですね、固定する部分と、ヒッチを実際に利用する部分の距離が離れていることなんですよ。で、こっち側をね、固定するんですけども、固定したところが支点になります。で、ここでね、カーゴをつけたりとか、ボートを引っ張ったりとかするんですけども、この部分がいわゆる力点になるんですね。そうすると、この支点の部分と力点の部分が離れていると、この間の部分にかかるねじれの力がテコの原理で大きくなります。で、一方ですね、純正の場合はフレームに直付けの構造になっておりますので、こうねじれる部分っていうのが非常に少ないんですね。力が大きくならないっていう。で、そういった部分でちょっと強度的にはどうなのかなっていう不安が一つ。ただね、今見た感じだと、こんだけ太く重く作ってあれば大丈夫じゃないのっていうのが本音です。私自身はボート引くつもりもありませんから、軽いね、ものさえ支えてくれればとりあえずいいっていう考え方です。で、2点目がですね、取り付け方法。カート製品っていうのはですね、ここ、1、2、3、4、片側4箇所のボルト止めなんですね。説明書にも書いてあるんですけども、これだとですね、例えば何かでボルトが1個破断した、2個破断したってすると、こう、剥がれてきちゃう。そういう力が働いてくるわけなんですよ。で、純正っていうのは確かね、ボルト6本だと思うんですけども、こうあったら、縦に1、2、3、4で、残りの2本がですね、下側から上に確か止めるんですよ。そうすると、こう、ボルトがですね、こうクロスするので、何かしらでですね、1箇所が緩んだとか、破断したとかしても、こうガタガタガタって緩んでくることがないわけなんですね。ここがですね、やっぱ純正との違いなんじゃないかなっていう気がします。ただですね、オーストラリアのサイトを見ていると、この後期型のプラドについているヒッチメンバーのオプションは、このタイプなんですよ。なので、これもですね、おそらく問題ない構造なんだと思います。
で、3つ目はですね、このカート製品に限ったものではなくて、どの製品にも言えることなんですけども、純正品と社外品の大きな違いっていうのは、やっぱりマージンの取り具合だと思うんですね。純正っていうのは大きなねメーカーとして出している以上、非常に広いマージンを取っている。最悪もう2倍の力で引っ張っても大丈夫だっていうぐらいのマージンを持たしていると思うんです。この社外品の場合はですね、やっぱり数値をよく見せなければならないので、このマージンの部分っていうのは小さくなる傾向がどうしてもねあるわけなんですよ。これはですね、純正の場合はですね、どうしても責任がメーカーにかかってくると。ただ社外品の場合はですね、取り付けにあたっては自己責任というね、建前が通りますので、そういった意味でですね、数値を全部信じていいものかどうかっていうところが、あったんです。ただですね、今話している時点でこの3点の問題っていうのはクリアできているんですね。ねじれの力っていうのはもうこんだけ太い鋼材、溶接部分がね、どうなるかどうか分かりませんけども、大丈夫だろうと。で、さらにですね、素人が手締めするなり、プロが締めるなりしてもですね、緩んでくる可能性というのはどうしてもあります。で、特にですね、取り付けてすぐっていうのは緩んでくる可能性があるので、2ヶ月に1回とか1ヶ月に1回のペースでですね、半年ぐらいちょっと増し締めをしながらですね、確認していけばナットの傷みとかボルトの傷みとかそういうのは防げてくるんじゃないかなと。やっぱりね、純正品ってバンパーカットが必要なんですよ。ネットでね上がっている方のやつを見てですね、型紙を作ったりもしたんですけども、やっぱりちょっと不安だなっていうことで、もうね、バンパーに傷をつけずそのまますんなりつく、この製品にしたというわけです。可愛いもんでしょね。とりあえず今回はですね、こういう製品届きましたよっていう紹介でした。この製品ですね、こんな大きくてしっかりしたもんですけども、4万円しません。結構ね、ヒッチって高いんですけども、その中でも安い部類になるのかな。ファッションとしてつけたい。ちょっと簡単なですね、ヒッチカーブをつけたい。そういうのをやってみたいっていう方はですね、ぜひ検討してみてはいかがでしょうか。意外にですね、しっかりした製品ですよ。めちゃくちゃ重い。それではこの辺で、また。